グラインダーも新しくして、しかもね、布研磨ディスク変えてみたんで、これの威力がどんなもんか、これはいいぞ。もうこんだけ綺麗になりました。これも試してみたい内容。こちらの赤棒ですね。赤棒で磨くことによってどうなるのか。はい、どうも、黒ガレージです。今回の動画はですね、映像に映っているこちら。すでに車載しているキャンプアウトドアグッズセットなんですが、この中にあるですね、宝物の一つをですね、表面加工していくっていう、そういう動画でございます。今回はですね、この斧、これをね、表面磨きしてみようと思います。こちらのね、斧も前回磨いたナイフと同様にですね、亡くなった父方の祖父が持っていた斧ということで、父方の祖父がね、亡くなったタイミングで譲ってもらった、ある意味、じいちゃんの形見的なものだったりもします。この他にもね、じいちゃんの形見的な刃物っていうのはいくつかあるんですが、まあそれはね、今後動画で紹介するかはさておいてですね、今回はこちらの斧を表面にしていこうというふうに思います。斧の全体像はこんな感じです。この刃の部分ですね。ここをですね、表面にしていこうというふうに思います。こうやってよく見ると、ちょっと刃こぼれがしていたりですね、こちら側はおそらくハンマーで何度も叩いたからなのか、形が崩れてしまっていますが、これをどこまで綺麗にすることができるか、やってみようと思います。今回はですね、前回使用したこちらの僕の手元にあったペーパー、240番、400番、1200番と120番用のサンドシート。あとこっちはそんなに使わなかったんですけど、80番と180番のサンドペーパー。これね、全部耐水ペーパーなんですけど、これの他にですね、モノタロウで買いました。番手的には持ってますけど、1200番、800番、400番、240番ということで、抜け目がないように耐水ペーパーも追加購入しました。ただね、これだけのね、面積を表面にしていくということで、もうちょっと見えてますが、はい。こちらも準備しております。これはね、もともと僕が持っていたものなんですが、ディスクグラインダーと、これは一応もう一度使ってますけど、フェルトディスクとか、ナイロンディスクですね。今回はこっちを使ってみようと思います。あとはね、細かいところはリューター使ってっていう形で、あとピカールですね。それとね、トリポリということで、通称ですね、赤棒です。青棒、赤棒なんていうのがあると思いますが、赤棒もね、実は僕、昔何か磨くときに買っておいたやつが残ってるんで、今ね、この赤棒を調べてみたら、だいたい300番から400番ぐらいの研磨効果があるらしいんですよね。なんで、最初の荒研ぎは、これが320番だから、ナイロンディスクでね、やってあげつつ、その後、これ多分赤棒を使ったフェルトディスクだから、このフェルトディスクでやってあげてっていう形で、もしかしたらこっちのね、手作業用のサンドペーパー、あんまり登場しないかもしれないですけど、前回のね、手作業、丸1日ぐらいかけて磨いたんで、ちょっとね、文明の利器に頼りたくなりました。総勢このメンバーたちで、この子をどこまで綺麗にしてあげられるか。ちょっとね、こうやって、打痕があるっていうか、これ商品のマークなんですかね。こういうところに関しては、リューターでやってあげるとはいえ、どこまで凹凸があるところまで綺麗に折って表面にしてあげれるかわかりませんが、表面にして油につけといてあげれば、今後も錆びることはないでしょうということで、この子がどれだけ綺麗になるか、やってみようと思います。事務所の机の上ではなく、物が大きいのでね、納屋の片隅で最終コンテナを置いて、上に段ボールを置いただけのこんな環境でございますが、ここで磨き作業をしていきたいというふうに思います。果たしてどんな風になるのかちょっと楽しみですね。とにかく磨いていく準備しようと思います。最初はですね、これがいいんじゃないかなということで、ナイロンディスクですね、やってみようと思います。一旦ですね、表面をことさら削りすぎてしまうことなくですね、荒削りができるのがどのディスクなのかっていうのを確認しながら削っていってみようと思います。ということでやってみましたが、ナイロンディスクじゃ全然刃が立たないですね。とはいえですね、こういう砥石を使って削っていくってなると、表面かなり荒らしてしまうことになるので、一旦ワイヤーブラシかな。今ね、漁ってみたらこんなのもありました。これもモノタロウなんですけど、240番相当の研磨布ディスク。あと、両方マキタのグラインダーなんですけど、なんかこっちのグラインダーの方が新しそうなんで、こっちのグラインダー使いましょうかね。ほい。ということで、グラインダーも新しくして、しかもね、布研磨ディスク変えてみたんで、これの威力がどんなもんかちょっとやってみようと思います。これはいいぞ。見てください。ほら。
もうこんだけ綺麗になりました。いいですね、これ。こういった打痕みたいなところは、そのまま残したいんですよ。ヴィンテージの斧感というか、使い古された斧感をそのまま残したいということで、こういうね、打痕はそのまま磨けるところをテラテラと表面にしたいっていうところがあるんで、削った凹凸が目立ってしまうことなく、この表面の酸化皮膜みたいなのも落としていけますね。これいいですね。これで全体を落としてあげて、グラインダーが入らないところは、それと同等のリューターで磨いてってあげてですね、どんどん綺麗にしていこうと思います。今回はどうだろう。丸1日とかかからず表面できるかな、どうかな。はい、ということで作業を進めていこうと思います。完全に言い忘れてましたが、作業をするときは保護メガネ必ずすることを強くお勧めします。別のね、動画でも削った鉄粉がですね、僕の眼球を直撃しまして、しばらくもだえた、そんな失敗もやらかしております。最悪失明するとか、そういう事態に陥る可能性もあるんでね、保護メガネの着用を強くお勧めいたします。引き続き作業を進めていっちゃおうと思います。意外とこのグラインダーの重量があってですね、手作業で表面かけていた時とはまた違うしんどさありますね。じんわり汗をかいてきました。あと結構熱入っちゃってるんで、休みじゃないとダメかもしれないですね。思いっきり熱入れてしまうと、この刃の部分がダメになっちゃう可能性があるんですよね。磨いてるうちに熱が上がってっちゃうんで、あんまり熱を上げすぎると、金属自体がね、柔らかい素材に変質しちゃうよとか、とにかくそこまで熱を入れすぎないように全体的にまんべんなくこの刃をしっかり整えながらどんどん磨いていこうと思います。はい。ということで、全体に荒削りして表面になっていきそうだなっていう兆しだけは見えたので、一旦工程を飛ばしまして、リューターで細かいところを研磨していけるかどうか。おそらくこのビットですよね。このビットじゃないとどうにもならないと思うんで、細かいところの錆落としが可能かどうか試しにやってみようと思います。リューターでだいぶ磨けました。こういうね、ちょっと硬いビットで内側磨いたんで、かなり深く削り込んでしまいました。で、こういう入れ墨。どうしてもリューターとかでも届かないんで、手作業で落としつつやっていくしかないですね。先ほども言ったんですけどね、今回はこういうちょっとした打痕みたいなもの残したいっていう風に言ったじゃないですか。ちょっとした打痕のところにペーパーが当たらず、ここの錆が取れないんですよ。なんで、ワイヤーブラシですね。使って、入り墨とか、へこんだところですね。錆を落としてあげないと。マジで、今日中に終わるかレベルっていう感じになってますね。いや、あんま妥協したくないんですよ。なんだ、この程度で終わりにしちゃうのかよ、みたいな、そんながっかり感が出てしまうようなレベルで終わりにはしたくないなとは思うんですよね。とはいえ、これを完全にピカピカに新品同様な表面にしてしまうのは、祖父の形見みたいなところもあって、それはそれでまたちょっと違うんじゃないかなみたいなところもあったりするんで、じいちゃんの形見をかっこよくアウトドアで使うアイテムにしたいっていうところがまず第一なんですよね。あんまり削りすぎるとやっぱ良くないな。やっぱワイヤーブラシが一番ですね。ある程度見栄えもする形にしつつ、アンティーク感も残りつつ、かっこよくビカビカに光ってる感じも出しつつみたいな折り合い点を見つけながらね、作業していきたいというふうに思います。ということで、こんな感じで磨けました。細かいところもある程度磨けました。もっとね、どんどん磨いていこうと思うんですが、全体の荒研ぎみたいなのはこれでいいのかなっていう感じです。刃こぼれしていたところもしっかりとグラインダーで成形し直してですね、ある程度の旗手ができてるかと思います。最後ね、表面にしたもんで薪をちょっと割ってみようと思うんで、それでどうなるかっていうところですね。なんで、こんな感じで荒研ぎはいいかと思います。ですが、今後もね、こういった磨いていく動画やっていきたいと思ってるんで、今後のためにですね、ワイヤーのディスクで金属面を磨いたらどうなるのかっていうのを試してみたいんですよ。なんでそれを試してみて、どんどん磨き込んでいくっていう風にしようと思います。この柄の部分もね、今回は少しペーパーかけて、グリップもね、握りやすいような形に変えちゃってもいいかなっていう気がします。せめてグリップの部分だけでもですね、もうちょっと握りやすいように形状を整えつつ、全体的に一回汚れも含め
めて落として色付けしてあげてもいいかなっていう風に思いましたんで、そんな感じの工程で進んでいこうと思います。いやー、なんかやっていくうちにやっぱりなんだかんだ作業工程増えていくな。結構な時間がかかりそうな気がしてきました。どうせやるんだったら綺麗にしてやろうじゃねえか。ということでちょっと当ててみたんですけど、布研磨ディスクで磨いてるのと大して磨き心地変わらないですね。それであればこっちで磨いてっちゃった方がいいのかな。ただ思いっきり表面に赤サビが浮いちゃってるような鉄板とか磨くときはこういうのいいのかもしれないですけどね。今回はこれを使わずに良かったかもしれません。いろんなもん試しながらどんどん進めていこうと思いますんで。そうそう。こちらですね。頭が六角になっているインパクトドライバー用のワイヤーブラシもこんな感じで結構ラインナップ持ってるんです。まだまだ他にもあったりするんですけど、こっちでやって使い勝手がどうかですね。流体よりこっちの方がパワーあると思いますんで、これも使えるかちょっと一緒に合わせて検証してみますか。ということでやってみましょう。これちょっと違うな。こういう先細の方が使いやすいかもしれないですね。溝の部分磨いてみますか。これはこれで磨きやすいかもしれないですね。こういったね、インパクトドライバーの方が、グラインダーよりも回転が低いんで、インパクトドライバーの方が磨きやすいところあるかもしれないですね。にもね、こんな六角の研磨用の砥石なんかも持ってたりするんで、こういうのをうまく活用しながら磨いていくっていうのも今後はありかもしれないですね。電動工具使う場合は、グラインダー、インパクトドライバー、リューターですね。このあたりを駆使して磨いていくと効率が上がりそうな気がします。いい結果になった。さっきのね、ディスクよりも研磨力がちょっと低そうだったこちら、このディスクに変えてまた全体磨いてってみようと思います。ということである程度磨けました。なのでこちらのディスクからですね、次はこれも試してみたい内容、こちらの赤棒ですね。赤棒をフェルトでやってってどんな感じになるのか。一応これがですね320番ってなってるんですけど、これが300番から400番ぐらい。研磨のね番手的にはほぼ変わらないっていう話なんですが、果たしてね、赤棒で磨くことによってどうなるのか。この赤棒、初めて見る方のために使い方を教えしておくと、ブロック状の研磨剤です。これをですね、フェルトとかでバーっと回転させた状態で溶かして馴染ませてあげて、フェルト面に赤棒をしっかりと馴染ませた上で、これで磨いていくというような手順です。試してみたいと思います。ほら、ちょっとこすりつけると熱で赤棒が溶けます。フェルトの方に赤棒が浸透していく感じですね。磨いてみようと思います。赤棒で磨いてみましたが、やっぱり300番程度の研磨効果なんだなっていう感じですね。ローみたいになっていて、ある程度今こうやって研磨して熱を持った金属面にだったらこうやって塗り込むことも可能なんですよ。それぐらいで溶けるような研磨のね、粉っていうかペーストなので、これで番手の細かい青棒とか、それ多分確かそういうのあったと思うんですけど、そういうもので磨き込んでったら、それはそれで結構綺麗な表面になったりするのかななんていうふうには思いました。とはいえね、磨いたらね、赤棒の粉をだいぶ盛大に撒き散らしたっていう、下手したらただ散らかしただけみたいな。ちょっとこれ青棒も試してみたくなったな。ということで、赤棒タイム終了。次は、一回手作業で細かく磨きますか。手作業で磨きを入れていって、番手を少しずつ上げる作業をしていこうと思います。240、400、800、1200っていうところをさーっとかけていこうと思います。で、今回は前回水研ぎっていう形で水で研いだんですけど、これも完全にどうなるかわからない。ラスペネ研ぎやってみたいというふうに思ってます。水じゃなくて油分で磨いたらどうなるか試してみたいんでね、ひたすら手磨きですね。これから240番手磨き。あちー。
はい、ということで240番でこういった内側のところまで一通り磨きました。最終的に僕が今ペーパーで手磨きしてみて分かったことなんですけど、グラインダーで削ろうが何しようが、こういった細かいところの作業とか細かいところの研磨に関しては結局全部手作業でこれだけのペーパーを使って磨いていかないと結局磨けてねえなっていうことが分かりました。なので冒頭でね、グラインダーでこれだったらそんなに時間かからずにって言ってたそのフラグを見事回収し、しっかりと全てを手磨きしていかないと結局綺麗な表面にならないよねっていう結論に至りました。はい、240番終わりましたんで、お次は400番で次また磨いていこうと思います。400番が終了したので、お次は800番でやっていこうと思います。ということで800番終わりました。ここら辺になってくるとあんま見た目変わらないっすよね。この後1200番ピカールっていう流れになりますが、どんどんやっていこうと思います。はい、ということでこんな感じで1200番磨き終わりました。入り込んでるところはリューターを使って細かいところから磨いていきますか。はい、ということで軽くねリューターで細かいところを磨いてみたんですが、やり込んでいけば綺麗になりそうですね。あとはこんな感じでウエスで磨いてみてちゃんと表面になるかどうか。完全な表面とまではいかないですが、ツヤツヤテラテラな感じを出すのは頑張ればいけそうな感じですかね。頑張ればどうにかなりそうな兆しは見えてきたんで、もう今日は一旦終了です。明日また朝も早くから磨いていこうと思います。斧デイ2、どこまで綺麗にできるかな。ということで電動工具でひたすらガーッとやりました。いろいろ試しながらやってみて分かったことは、グラインダーは回転数が速い豪快なもんで、まずグラインダーでピカールでザーッと全体をさらう、そういう感覚ですかね。さらった後にリューターでさらに細かくしっかりと磨き込んでいく。散々ですね、グラインダーとリューターで行ったり来たりで、場合によっては磨けてないところは1200番に戻ったりとかしながら、今ね小1時間2時間ぐらいですかね、斧と向き合ってたんですが、とんでもないね名言が生まれました。結局最終的にですね、こうやって手磨きをしないとテラテラ感ツヤツヤ感ってなかなか出てこなかったんですよ。手磨きに勝るものはないと、ひたすら単純作業を繰り返していくとですね、こういう感じになってくるんだなっていう、何言ってるんだろうなこの人っていう風に思ってると思うんですけど、こうひたすら単純作業を繰り返していくとですね、こういう感じになってくるんだなっていう、もう何言ってるか分かんないですよね。そうなんです。自分でも何やってんだろうって半分思いながらやってる自分もいたりするっていう。とはいえですね、やっぱじいちゃんの形見をできるだけピカピカな状態でアウトドアグッズの仲間入りをさせてやりたいと思うと、よし磨くぞっていう意志がねふつふつと湧いてくるんですけど、時折ですね、名言になれない名言みたいなものを思いついて、あれ俺何やってんのかなみたいな、なんか人生と一緒ですね。
はい、ということで、ある程度ね、綺麗にできたので、柄の方をね、ちょっとリフレッシュしていこうかなと。プラスチックハンマーでポコポコ叩けば多分外れてくるはずです。外れました。柄を外してしまったからには、中の錆も落としたくなります。そして、入り墨の部分、なかなか磨けなかったところも容易に磨きやすくなると思います。仕事が増えていく趣味の領域のはずなのに、やることがどんどん大変になっていく。でもね、めんどくせえとか言いながらやりたいんですよ。いやー、ふと思うんですよね。DIY Do It Yourself、 自分でやるっていう意味ですけど、直訳するとね、 DIY ってなんだろう考えます。柄を少しねクリーニングしようってなったら、柄を外したくなっちゃって、で実際に柄を外しちゃって、柄を外しちゃったら物ももっと磨けるじゃんって、磨きたくなっちゃって、こう磨けちゃいますよね、綺麗にね。まあ一旦こっちは置いといてですね、次はね柄の方をやっていこうと思います。個人的なイメージの斧といえばなんですけど、例えばね、これハスクバーナーの斧の柄なんですけど、このシェイプというか、これをちょっと作りたいなっていうんで、ただのまっすぐな棒ですよっていう雰囲気から、かっこいい斧の絵っぽい感じの形に加工をし直して、表面処理して色付けしていきたいなというふうに思います。この辺からこうかな。こんなもんでいいでしょう。こんなもんでよしとして、今から色付けしていきます。ということで、色付けていくのはワトコオイルです。豪快にね、ウエスで染み込まして、どんどん塗り込んでいく。ワトコオイルを塗り込んで色付けしていっちゃおうと思います。はい、ということで完成しました。完成した姿を皆様にご覧入れようと思います。どーん、いかがでしょうか。なかなかかっこよくできたんじゃないでしょうか。この光り輝く感じ伝わるかと思います。裏側も磨いてピカピカになっております。柄の部分ね、わかりますかね。まっすぐではなく多少シェイプされたことによって、最初の頃よりはおしゃれな感じになったんじゃないかなと。完全に自己満足ですけどね。せっかくなんでね、巻き割ってみますか。はい、ということで準備しました。割ってみようと思います。はい、いきまーす。はい。ということで、ガシガシ使いました。こういうとこ、傷入っちゃいましたが、まあこれぐらいはご愛嬌、これぐらいはよしということで、巻き割りできることが分かりました。ということで、今回はですね、これも2日ぐらい作業時間かかっちゃいましたが、斧をですね、表面加工してみました。祖父の形見ということで、ある程度ヴィンテージ感を残しつつですね、ピカピカな状態にしてあげたいっていうことで、こんな感じの仕上がりいかがでしょうかね。お前のやってること面白いなって思ってくれる方は動画の評価をいただいてですね、チャンネル登録をして、これまでに投稿した他の動画たちもね、ご視聴いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。めでながらお酒飲みたい気分。はい。今回の動画も最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。